こんにちは、みなすです。皆さん、京都観光といえば清水寺ですよね。これから訪れる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は清水寺近くのおしゃれなカフェを6つ紹介したいと思います。皆さんの旅行やデートの参考になるようなカフェがきっと見つかると思うので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。また、今回の動画を気に入っていただけた方は他にもカフェ動画を出しているので、よかったらそちらも見ていってください。それでは早速紹介したいと思います。はい、まず1つ目がですね、清水寺から徒歩12分のところにあるルース京都さんです。このお店は清水寺までの坂の途中にあるお店で、2020年の9月にオープンしたばかりなので、まだ行ったことのない方も多いのではないでしょうか。お店は古民家をリノベーションしており、白を基調とした店内なんですが、ブラウンの木材との相性が良く、とても居心地がいい空間でした。店内は女性のお客さんが多い印象でしたが、親子連れのお客さんもいらっしゃったので、男性一人でも比較的入りやすいのかなと思います。ルース京都さんを訪れたらぜひ食べていただきたいのがドーナツとコーヒーです。コーヒーは苦味があっさりとした飲みやすい味で、少し甘いドーナツとバランスが良かったです。後で知ったのですが、ドーナツにはカスタードクリームをトッピングすることもできるので、写真をこだわりたいなっていう方はぜひトッピングしてみてください。このお店のいいなと思ったところが、お店を出る際に店員の方から良い一日をという挨拶をいただけたところです。あまりそういった挨拶をしてくれるカフェはないので、とても気持ちのいい店員さんだなと思いました。続いて紹介するお店は、清水寺から徒歩19分のところにある市川屋コーヒーさんです。築200年の町屋をリノベーションした店内は、思いのほか広く、カウンター席やテーブル席、ソファー席もあるので、誰かと一緒に行く時だけでなく、一人で行く時も心地よく過ごすことができます。また、店主の市川さんは清水焼の陶芸の家に生まれたそうで、そのためお店で使われているコーヒーカップやソーサーも清水焼が使用されています。市川屋コーヒーさんでぜひ味わっていただきたいのが名物の季節のフルーツサンドです。価格は1130円と少しお値段張るんですが、その季節に合った旬のフルーツを贅沢に使用しているフルーツサンドで、ボリュームも結構あるので、このお値段でも納得です。小腹を満たすなら女性2人で一皿でもいいかもしれません。今回は秋だったので、イチジクとバナナのフルーツサンドをいただきました。甘すぎない生クリームと果実の爽やかな甘さがマッチしていて、とても美味しかったので、また他の季節のフルーツサンドも食べに行きたいなと思いました。ぜひ皆さんも季節のフルーツサンドを味わいに市川屋コーヒーさんに行ってみてください。続いて紹介するお店は、清水寺から徒歩16分のところにあるスロージェットコーヒーさんです。このカフェはお寺の中にある珍しいカフェになります。ただ、カフェだけの利用もできるので安心してください。店内は清潔感のあるモダンな空間で、天井が高いので開放感があります。ちなみに店名のスロージェットコーヒーのスローは、生豆から焙煎して1杯ずつ丁寧に入れるドリップコーヒーのことを指しています。ジェットとはフランスのエスプレッソマシンで高速抽出したエスプレッソのことを指しており、コーヒーにこだわりがあるのが伺えます。メニューに関してなんですが、ドリンクだけでなくフードもかなり充実しているので、ここでお昼を取るのもいいかもしれませんね。ドリンクの値段は500円以下から飲めるものも多くあり、他のカフェと比べてもリーズナブルかなと思います。スロージェットコーヒーさんで皆さんにぜひおすすめしたいのはテラス席です。テラス席からは八坂の塔と東山の風情のある街並みが一望できます。また、晴れた日には遠くに京都タワーを見ることもできます。ぜひ皆さんもこの開放的なテラス席で風情ある街並みを眺めてみてはいかがでしょうか。続いて紹介するお店は、
清水寺から徒歩12分のところにあるアラビカ京都東山店さんです。店内は白を基調としていて、カウンターの間接照明の穏やかな光と相まって落ち着いた空間になっています。私も知らなかったんですが、アラビカコーヒーは日本人オーナーの庄司さんが2012年に香港でスタートしたコーヒー総合商社とのことです。コーヒーへのこだわりが強く、最高のコーヒーを提供するためにハワイにコーヒー農園を保有しているほどです。私は今回暑い時期に行ったのでカフェラテのアイスを注文したのですが、寒い時期に行く方には写真映えするエスプレッソマキアートがおすすめです。国内には京都に藤井大丸店と嵐山店、そして東山店と3店舗あるだけなので、京都を訪れた際はぜひ皆さんも本格的なコーヒーを味わいにアラビカコーヒーさんに行ってみてください。ちなみに土日は混雑しているので早朝と夕方がおすすめです。続いて紹介するお店は清水寺から徒歩11分のところにあるスターバックスコーヒー京都二年坂店さんです。京都に来てまでスタバかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、ここのスタバは街中にあるようなスタバとは全く趣が異なっています。築100年を超えた町屋をリノベーションしたお店は二年坂に完全に溶け込んでいて、知らずに前を通ったら通り過ぎてしまいそうになるほどです。注文の仕方が少し変わっていて、店内入ってすぐのカウンターで注文をして、そのまままっすぐ廊下を抜けた奥のカウンターで商品を受け取る形になっています。注文する場所と受け取るところが違うっていうのはよくあると思うんですけど、受け取るまでに廊下を通り抜けていくっていうのがいつもと違うところかなと思います。ゆっくりコーヒーを飲みたい方は2階を利用することをお勧めします。このスタバの店内なんですが、京都の文化や伝統とスターバックスのコーヒー文化を融合させることが意識されています。例えば座布団には京都の丹後の素材が活用されていたり、オリジナルの掛け軸には京織物で有名な西陣の技術が生かされています。店内にはスタバらしいアートも飾られているのですが、和の空間を壊すことなく溶け込んでいました。最後に、このスタバは朝の8時から夜の8時まで利用できるので、他のカフェが空いていない時にも利用できるのがいいところかなと思います。ぜひ皆さんも今までにないスタバに一度足を運んでみてください。最後に紹介するのが清水寺から徒歩12分のところにあるドルミール八坂の塔さんです。このお店は金沢で人気のスイーツ店が京都にオープンしたお店になります。旬のフルーツを贅沢に使用したまるで宝石のようなパフェが有名なお店で、2階の窓から八坂の塔を眺めながら食べることができるのも特徴的です。このお店はかなりの人気店なので、事前にネットから予約しておくことをお勧めします。また運が良ければ当日でも電話から予約することもできます。注意していただきたい点が一つあって、ドルミールさんは支払いが現金のみになっているので、事前に下ろしていきましょう。またパフェ1つが2000円から2500円といいお値段するので、お財布には余裕を持っていくといいと思います。今回私が注文したのはイチジクとロイヤルミルクティーのモンブランパルフェです。贅沢に使われている旬なイチジクの甘さを甘さ控えめのロイヤルミルクティーが際立たせていて、とても美味しかったです。季節のパフェが2ヶ月ごとに使用されるフルーツが変わるので、食べたいパフェの季節をインスタグラムでチェックしておくといいと思います。皆さんもぜひ旬なフルーツを贅沢に味わえるパフェを食べにドルミールさんに行ってみてください。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。行きたいなと思えるお店が見つかれば幸いです。これからもどんどんと情報を発信していきたいと思っているので、チャンネル登録、いいねをしていただけると新しい動画の通知がいくので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
それでは皆さんいい旅を。また会えることを楽しみにしています。